どうしたどうした、そんなへっぴり腰ではびくともせんぞ。はあ、力を合わせてもその程度か。おお、健介か。何がだ？ん？他に何をしているように見えるというんだ。小細工はすかんな。誰が言ったにせよ同じことよ。そろそろしまいだ。それ！今日はなかなか粘った方だが、それでもまだ勝負にはならんな。手加減なら十二分にしていたと思うが。そんなヘマをするものか。この通りきちんと尻から落ちているではないか。子供と遊んでやるのに理由が必要か？まあ本音を言えば息抜きといったところだ。ああ、日々戦だ祭りごとだと気を張り詰めていては気力がすり減っていくばかりだからな。ほう、面白い。やるか健介。戦う前から負けることを考えている相手など興ざめなのだが。
まあよかろう。では行くぞ。残った。吹き飛ばされずによく耐えたな。そらなかなかやるな。勝つつもりでやるのではなかったのか。どりゃー。どうした急に。闘志が揺らいでいるぞ。もう限界か。ならばこれにも耐えてみろ。出りゃ。ここまで食い下がってくるとはな。楽しかったぞ。だが最後のあれはなんだ。急にふぬけおって。まさか勝ちを譲ろうとしたなどとは言わんだろうな。はあ？まさかお前、私が女だから侮ったとでも？ん？男の機微というものはよくわからんな。麦穂あたりなら自然と察してやれるのかもしれんが。おう、そういえば麦穂とは会ったか？いやな、お前に用があると言って出かけていくのを見かけたのでな。お頭。
それがですね。おかえりなさいませ、健介殿。はい、健介殿に用があって訪ねては来たもののいらっしゃらなかったので、それならとせっかくなので他の者たちの暮らしぶりを見ておこうと思ったのですが、いざ覗いてみたら掃除が行き届いていなかったり、洗い物を溜め込んでいたりと見るに耐えない状況でしたので、片付けるようにと注意をしてみたまでです。皆年頃の娘なのですから、少しはそういうことに気を使うべきだと思うのですけどね。健介殿、さっきの稲葉山城での件、私がどれだけ心配したと思っているんです。もちろん他に策を思いつくことができなかった私にも責任はあります。結果として作戦は成功しましたし、想定していたよりも我が軍の被害を抑えることもできました。ですが、だからといってあのような危険な真似を容認するわけにはいきません。それは健介殿の命がけの活躍と相手の油断が前提にあってこそではありませんか。運を天に任せた策など策とは言いません。今回はたまたまうまくいったというだけで、まかり間違えば命を落としていた可能性だってあったのですよ。分かってますよ、そんなこと。誰が何を言ったところで健介殿がご自分の意思を曲げたりしないことなんて分かってました。でも仕方ないじゃないですか。心配なものは心配なんですから。はいはい、健介殿はこれからもどうぞお好きになさってください。その度に私だけ勝手に気をもんでいますので。お詫び？私こういうことは初めてなのですが。はい。あ、あ、
痛みはそれほどでも、ただ少しむずかゆいというか。分かっていますよ。健介殿がクオン様や皆のことを考えた上で行動なさっているということは。ですから許す許さないの問題ではなく、少しだけですが、それよりもなんと言いますか。健介殿。今のそれいいです。すごく気持ちいい。はい、もっとお願いできますか。健介殿、もっと。わざわざ様子を見に来てみれば、真っ昼間からいかがわしい声を上げて何をしておるのやら。美月様、それに皆さんも。すみません、覗いたりする気はなかったんです。お頭が帰ってきてるってヒヨが言うから様子を見に来ただけで。そしたらこんな。麦穂様ずるいですよ。私たちには掃除なんかさせといて、自分は健介様とこんなことしてるなんて。ということらしいぞ。
別にいかがわしいことなどではなく、マッサージというもので。いえ、そんなことより皆さん掃除は終わったのですか？確認に行って、もし目につくようなところがあれば罰として1週間夜回りをしてもらいますよ。そんな今のでごまかせたつもりか？ごまかすも何も、私と健介殿は何もおかしなことなどしておりません。そうやって取り乱していると余計に怪しく思えてくるのだが。美月様、お戯れも大概にしてくださらないと怒りますよ。怖い怖い。